年中行事覚書2、柳田国夫。民間の年中行事。年中行事という言葉は、1000年も前から日本には行われているが、長い間には少しずつ、その心持ちが変わり、また私たちの知りたいと思うことも違ってきた。この点に最初から注意をしてかかると、話の面白みは一段と加わるのみならず、人とその生活を理解する力が、これによって次第に養われるであろう。私学が世間で騒ぐような、そんな面倒な学問でないということを実験するためにも、これはちょうど頃合いな、また楽しい問題ではないかと思う。今日お互いが知りたいという年中行事は、いつの頃からまたどういうわけで、こうしたいろいろの常と変わった風俗が、毎年日を定めて日本には行われているのであろうか、ということが問題であるに反して、昔の年中行事の書いたものとなって残っているのは、大抵は一つの大きな家、または神社とか寺とかにおいて、必ずこれだけのことは守って続けていかなければならぬということを、ただ忘れぬように書き留めておいたものである。まさかその日までを忘れてしまうものはあるまいが、人が多くまたたびたび変わるので、こうであった、ああであったということが、不確かになる場合がいくらもあり得る。せっかくの儀式が間違えられては価値がないので、それを一つ書きに絵なり文字なりにして、長く残しておこうという人が前々からあったのである。近世の実例としては、遠州の高林という大能の家の年中行事が伝わっている。この研究所の近くでも、世田谷の大場という旧家の年中行事が、後に活版になったのでよく読まれている。こういうものを集めてみたら、まだ全国に何百というほどもあるだろうが、それは今日の年中行事の研究に、興味の深い参考品であるというにとどまり、直接に私たちの知ろうとする答えにはならない。さすが何百年の古い家だけあって、珍しいしきたりがあるということは感じられるが、それがことごとく多数普通の民家でも、かつて一度は皆そういうことをしていたのが、消えずにそこだけに残っているものと、見ることはできぬからである。今の多くの家庭の年中行事は、本や帳面に書いて伝えているものなどはほとんどない。したがって間違えたり忘れたり、わざと改めたりやめたりしたものが多く、ことに都会ではこの大きな戦争を機会に、あれほどたくさんあった春秋の楽しみが、半分以上は名前まで隠れてしまったが、気をつけてみていると、これはまだ決して問題の終わりではなかった。人が何かの折により集まって、生まれ故郷の風物を語り、または小さな頃の思い出を話し合う場合に、いつでも最も多く話題に上るのは、祭礼でなければ、この年中行事のどれかの日の出来事であった。老若男女の分かちなく、誰でも少しずつこういう話には心を惹かれ、また自分でも何か話をしてみたいような、和やかな気持ちになってくるのも、理由のあることのように考えられる。普通と違ったさまざまな経歴を持つ人も、この頃は多くなってきたけれども、大体から言うと私たちの生活は単調で、昨日も今日も明日の日も、によった暮らし方を繰り返している。それを後から振り返ってみて、ああ生きてきたと思い知るためには、楽しい目標が必要であり、それがただ一年ずつの境を立てるだけでは、まだ足りなかったのではないかと思う。覚えるという言葉の正しい意味において、多数の日本人はまだ年中行事を覚えている。それだからまたわざわざ絵や文字に書いて残すに及ばなかったのである。昔の記録になった年中行事と区別するために、我々はこちらを民間の年中行事と呼ぶことにしている。しかし名が正しく、また一方はもう働かなくなったのだから、ここでは簡単にただ年中行事と言っておくが、これは一つの土地、一つの家だけに限られた特色でなく、広く日本という国に住む者の共に知り、共に守ろうとしていたものが、いかなる慣習であったかを明らかにしてみたいので、昔と比べて目的はまるで違ってきている。年中行事という名称が、
近世に入ってから少しずつこの方向に移り動いてきたのは、文化の学問の上から言うと好ましい一つの進歩であった。つまりは我々の人生を見る目が広くなり、比較の方法は歴史の研究にもなお必要だということがおいおい分かりかけてきた兆候なのである。国語の方面などではこれがまだはっきりとせず、今でもたった一つの変遷を正しい道と感じ、それについていかねばならぬように我と我が身を苦しめている人がまだ多い。年中行事の方でも暦は大きな統一の力であって、その支配の及ぶ限りは中央の標準に準拠せしめようとしていたが、それは政策、すなわち月と日の数え方を主としていて、これに伴ういろいろの行事に至ってはすべて土地ごとの自然の発達に任せてあった。外からの看過もなかったわけではあるまいが、これとても住民の合意がなければ風俗としては成立しなかったゆえに、わずかな距離を隔ててももう目立つほどの差異があり、それをまた当然のことのように昔の旅人らは予期してもいたのである。ところが実際はさほどの変化でもなく、同じ一つの国の人である以上はどんなに離れて年久しく住んでいようともやはり似通うたことをしていたのだったと、やっとこの頃になって少しずつ私たちは心づき始めた。人が自由に音楽に生きがよい、違った方角から来た人たちとの気を並べ、膝を交えて雑談をするようになったのはそう古くからのことでなく、また近い頃急に盛んにもなった。今まではとかく変わった点が目につきやすく、言葉や品物のわずかな違いでも理解を妨げていたことが多かったけれども、静かに聞いてみれば心持ちはだんだんと汲み取られる。わざわざ統一してみようと努めなかった区域にかえって隠れたる自然の一致があったということを学び知る機会が多くなってきて、ここに初めて年中行事が新しい学問上の意味を持つことになったのも、つまりは時代の死からしむるところであった。人が自らを知るということはすでに容易な仕事ではないが、国民が自分の国を知るのはそれよりもまた何相倍か難しいことだった。しかも方法はなおいくらもある。第一にはめいめいの無知に気づくこと。今まで分かったつもりでいたものに実は答えられないことが多いのは、私みたいな年寄りには一種の若返りの薬であった。年中行事は小さな問題だけれども、ことにこの中からいろいろの新しい疑いが生まれて、人の話を聞く楽しみがとめどもなく成長する。子供とか外国の旅客とかは今までの常識にはとらわれないから、とんでもない質問を出して返答に困らせることが多い。たまにはこういう人たちの立場に立って一度日本を見直してみるのもよく、また少なくともそういう無邪気な疑いをどう説明するかを考えておくのも良い勉強である。この小さな一冊の本は下手だけれどもその一つの試みである。今に必ずもっと面白く分かりやすく書いたものがこの本の読者の中からも出てくるであろう。年中行事の研究にはまだ広々として未知数がある。これがだんだんと開けていくにつれて、我々の古い歴史、周囲の民族とのつながりも分かってくるかもしれない。最初どのような生活計画を立てて祖先はこの島に渡ってきたか、そういうことも明らかになるかもしれない。私はまだ答えることはできないが、遠い将来を考えるとこの仕事は楽しみである。